今日はカスタードプリンを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はカスタードプリンを作りたいと思います。はい、ということで今回は滑らか濃厚で美味しいカスタードプリンを作っていきます。今回はですね、バニラビーンズの鞘を使って本格的なカスタードプリンを作っていきたいと思います。失敗しないカラメルの作り方もご紹介していきます。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それではまずはじめにプリン生地の材料からご紹介します。材料はこちらです。牛乳、生クリーム、卵、卵黄、グラニュー糖、塩、バニラビーンズ。プリン生地はこちらの材料で作っていきます。まず生クリームなんですが、こちらは動物性の乳脂肪分が 35% のものを使用していきます。そして今回卵なんですが、全卵1つに卵黄2つ加えていきます。そうすることでとても濃厚な味わいになります。全卵のサイズは L サイズを使っていきます。そして味付けのポイントですね。今回は塩を1つまみ加えます。この塩が入ると甘みが引き立って美味しい仕上がりになります。そして今回はですね、バニラビーンズのね、この鞘を使っていきます。香りだけをね、楽しみたい場合はバニラオイルでも OK です。バニラエッセンスはアルコールなので加熱すると香りが飛びやすくなってしまいます。なのでバニラエッセンス以外で代用していただくといいかなと思います。それでは続いてカラメルソースの材料をご紹介します。材料はこちらです。グラニュー糖、お水、お湯、こちらの3つの材料で作っていきます。このグラニュー糖に関しましては白砂糖でも OK です。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それではまずはじめにカラメルソースから作っていきます。フライパンの中にグラニュー糖を入れてください。このようにできるだけ1箇所にまとめておくようにしてください。そしたらそこめがけてお水を回しかけます。で、お水が全体に浸透するまで待ちましょう。はい、OK です。このように浸透したら火にかけます。火加減は中火です。このまま少し色が変わってくるまで加熱していきます。この時中身を混ぜてしまうとグラニュー糖が結晶化して固まってしまいます。なので色が変わるまではこのまま動かさずに加熱するようにしてください。はい、今ね、少し色が変わってきました。こんな感じです。この周りの部分からちょっとね、色が変わったら、このようにフライパンを回しながら色味を均一にしていきます。はい。で、このぐらいですね。少しね、薄黄色っぽくなったら火加減は弱火にします。そしてあとはね、カラメル色になるまで加熱していきます。時折このようにフライパンを回しながらね、加熱していきましょう。このまま中火でやってしまうとかなりね、焦げつくのが早いので、弱火でね、行っていただくと失敗しにくいと思います。あとね、湯気がすごく出るので、換気扇を回しながら行ってください。換気扇回します。で、このぐらいですね、いい感じのカラメル色の手前ぐらいになったらもう火を止めます。そして少しだけね、もうちょっとだけカラメル色にしていきたいと思います。いい感じのカラメル色になったら蓋でこのようにカバーしながらお湯を注ぎ入れます。やけどしないように注意してください。はい、そして蓋を閉めて少しフライパンをゆすってください。そしてこのままふつふつが落ち着くまで一度待ちます。はい、落ち着きました。そしたら蓋を開けます。はい、これでカラメルの完成です。それではね、容器に移したいと思います。そうしましたらプリン容器を用意してください。この中にカラメルを入れていきます。スプーンなどを使って入れていただくといいかなと思います。はい、これで OK です。今回は 200ml のプリンカップ3つ分なので3個に入れています。こちらをですね、目安にしていただけたらと思います。それでは続いてプリン生地を作っていきます。まずはじめにこちらバニラビーンズですね。これをですね、まず半分にスライスしてください。手を怪我しないようにね、注意しましょう。はい、このように縦半分にしてください。そうしましたらこの中身をね、こそぎ取ってください。
はい、こんな感じです。このように中身を取ります。そしてこのこそぎ取った部分も使うので、こちら移動させておきます。この後ね、すぐ使うので、このまま包丁にくっつけたまま直接鍋に入れちゃっても OK です。その時はね、怪我をしないようにだけ注意してください。バニラビーンズの準備はこれで OK です。こちらの鞘も使うので、捨てずに取っておきましょう。それでは続いて、牛乳と生クリームを温めていきます。まずはじめに、ここに牛乳を入れます。そしてここに生クリームです。そしてグラニュー糖、あとは塩1つまみ、そしてバニラビーンズ、こちら中身も入れていきます。バニラビーンズペーストを使う場合はだいたい小さじ4分の1ぐらいがいいかなと思います。バニラオイルの場合は5滴ぐらいですね。どちらも今のタイミングで入れていただいて大丈夫です。そしたらね、火にかけていきます。こちらのね、牛乳と生クリームなどを温める理由としては、生地の温度が冷たい状態だと焼くのに時間がかかってしまいます。時間がかかるとですね、その分酢が入りやすくなってしまいます。なのでこのように一度生地を温めてから焼いていきます。では火にかけます。火加減は弱めの中火です。このままですね、沸騰直前ぐらいまで加熱していきます。加熱している最中は時折ね、このように混ぜながら、さらにグラニュー糖を溶かしながら加熱していきましょう。この時ね、泡立てないようにだけ注意してください。あとバニラビーンズの中身が固まってる時は、このようにお玉などですくっていただいて、一度ね、この中でしっかりと混ぜていただくと綺麗にね、ほぐれてくれます。ダマにならないようにだけね、注意してください。はい、OK です。鍋肌がね、ふつふつする直前に火を止めてください。ちょっとね、まだバニラビーンズがダマになってる部分もあるんですが、最後こすのでね、少しね、ダマになってるぐらいだったら OK です。そうしましたら、こちらは使うまでこのまま置いといてください。それでは続いて、卵を混ぜていきます。今回は全卵1つと卵黄2つなので、まず全卵を割り入れます。そして続いてここに卵黄2つ入れていきます。なので使わない卵白はこちらの容器に出しましょう。こちらの卵白なんですが、卵白だけを使った簡単レシピも私のチャンネルでご紹介しているので、そちらは概要欄に貼っておきます。ぜひね、そちらのレシピを活用してみてください。こちらに卵黄を入れます。そしてもう一つも同じように卵白はこちらに入れて、はい、卵黄だけ入れます。このように卵を割り入れたらよく混ぜましょう。はい、OK です。卵もなんですけれども、卵が冷たい状態だと先ほど牛乳などを温めても生地がぬるくなってしまいますので、卵は必ず常温に戻してから使うようにしてください。それではですね、こちら温めておいた牛乳と生クリームを加えていきます。こちら入れる時はですね、ちょっとね大変かもしれないんですが、このように混ぜながら加えるようにしてください。それではね、加えていきます。このように混ぜながらやらないと卵が固まってしまいますので注意してください。これで一度よく混ぜてください。はい、OK です。よく混ざったらこちらの生地を一度こしたいと思います。そうすることでとても滑らかな生地に仕上がります。それでは茶こしを使ってこしていきます。こす時はですね、下にこういった注ぎ口がついているものを置いていただくと最後カップに流し込みやすくなります。できるだけ網目の細かいものでこしましょう。それではこしていきます。この時鞘も一緒に取り出してください。こしたらですね、一度軽く混ぜましょう。はい、OK です。そうしましたらこちら用意しておいた容器の中に生地を流し入れていきます。はい、OK です。このように入れてください。そうしましたら一つずつアルミホイルで蓋をしていきます。はい、このように蓋をしてください。そうしましたら今回はオーブンで湯煎焼きしていくので、こういったバットの上にキッチンペーパーを3枚ほど重ねて乗せてください。そしてこの上にプリンを乗せます。このように乗せたら湯煎焼きなので、ここにだいたい80度ぐらいのお湯を注ぎ入れます。そこからだいたい2センチぐらいのお湯を注ぎ入れてください。この時お湯がぬるいとこれも生地がね冷たくなってしまう原因になりますので、必ずね熱湯を注ぎ入れてください。はい、 OK です。こちらを天板の上に乗せます。そうしましたらこちらを130度に予熱したオーブンで40分焼いていきます。このようにね低温でじっくり焼くことで酢が入りにくくなって、さらにプルッと柔らかい仕上がりになります。はい、出来上がりました。それではね容器を取りたいと思います。ではアルミホイルを外してください。
このようにプルプルに固まってます。この時ですね、まだ生地が流れ出てくる場合は追加で5分ずつ焼いてみてください。そうしましたらですね、一度こちらのプリンはしっかり粗熱をとって冷まします。冷ます時なんですけれども、表面が乾燥しないようにこのように上にキッチンペーパーをかぶせながら冷ましてください。はい、プリンが冷めました。そうしましたら上にですね、ラップをかけます。そしてこのまま冷蔵庫で1日しっかりと冷やしてください。そうすることでとても濃厚で滑らかな仕上がりになります。ではね、冷蔵庫で冷やしたいと思います。はい、1日経ちました。じゃじゃーん。はい、このようにとても濃厚滑らかで美味しそうな仕上がりになってます。はい、これでカスタードプリンの完成です。こんな感じに仕上がりました。プリンはね、このようにとても滑らかな仕上がりになってます。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。では、いただきます。バニラビーンズの香りが広がってすごく美味しいです。美味しい。そしてすっごく滑らかで濃厚です。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のカスタードプリンのポイントです。まずバニラビーンズなんですが、こちらはペースト状を使っていただいても大丈夫です。もしこの2つが揃わない場合はバニラオイルを入れてみてください。バニラエッセンスだと香りが飛んでしまいますので、必ずね、オイルの方を使うようにしてください。そして卵の量なんですが、今回は全卵1つに卵黄を2つ加えました。そうすることでとても濃厚なカスタードプリンに仕上がります。卵白2つがね、余ると思いますので、私のチャンネルでご紹介している卵白レシピを参考に活用してみてください。そちらは概要欄に貼っておきます。そしてカラメルを作る時のポイントです。カラメルはですね、まず最初にグラニュー糖とお水を加えて、その後火にかけるんですけれども、その時に少し色が変わるまでは中を絶対に触らないようにしてください。ここで混ぜたりしてしまうとグラニュー糖が結晶化して固まってしまいます。そして色が変わってきたらフライパンを回しながら色をなじませてください。そして全体的に薄く色づいてきたら火加減を弱火にして、その後はね、じっくりカラメル色にしていただけたらと思います。そしてカラメル色の手前になったら火を止めて、あとは余熱で程よいカラメル具合に仕上げてください。その後お湯を加えるんですけれども、最後余熱で仕上げることでお湯を入れた時に跳ねにくくなります。ただですね、少し跳ねるので必ず蓋でカバーをしながらお湯を注いでください。そしてプリン生地を作る時のポイントです。まずはじめに牛乳などを加熱するんですが、こちらは沸騰直前で止めるようにしてください。ここで沸騰させてしまうと膜ができたり、あとは風味も変わってしまいますので注意していただけたらと思います。そして卵に牛乳などを加える時なんですが、必ず卵をかき混ぜながら加えるようにしてください。ちょっとずつ加えたりとか混ぜずに入れてしまうと卵が固まってしまう時がありますので注意してください。そして焼く時なんですが、今回は湯煎焼きしました。湯煎焼きでね、今回バットを使ったんですけれども、このようなバットがない場合は耐熱性のココットにお湯を入れて2個ぐらいね、脇に置いて一緒に焼いてみてください。そうすることで同じような効果が得られます。そして焼き上がった後はしっかり粗熱をとって常温で冷まして、常温で冷めたらラップをして冷蔵庫で1日置いてください。そうすることでとてもずっしり濃厚な美味しいプリンに仕上がります。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はカスタードプリンを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。